1、2、みんな苦しくても笑顔キープよ。さすがメイコが考えた基礎トレね。全身の筋肉が悲鳴を上げてるわ。あとちょっとよ。1、2、1、2。最後にとびっきりの決めポーズ。みんな決まってたわね。じゃあこの辺りで一度休憩にしましょうか。お疲れ様。タオルとドリンクを用意したから、よければ持って行ってね。ありがとうございます、カイトさん。やっぱりみんなで集まってトレーニングすると楽しいわね。今回はメイコたちも付き合ってくれたし。さてと、体を動かして頭もすっきりしたことだし、休憩中はあれを読もうかしら。早速送られてきた謎解きカフェタイムの台本。何度か通し読みして演技の練習も始めたけど、まだまだ納得できるレベルじゃないのよね。できる限り読み込んで役のイメージを膨らませないと。私が演じるのは気が弱くて思ったことを言えない女子高生のみちる。今回のゲスト枠になる不良少女夏希の友達なのよね。夏希は家庭に問題を抱えていて、あまり学校にも行ってないけれど、そんな夏希をみちるは心配して気にかけてるけど、その気持ちがうまく伝わらなくて、ちゃんと話をしようとしてもお説教みたいに感じた夏希がみちるを怒鳴りつけちゃうのよね。傷ついたみちるは夏希の前に現れなくなって、そこで夏希は初めて後悔する。そんな夏希がカフェの店主さんのおかげでどれだけみちるが自分のことを思ってくれてたのかを知って、大事な友達にもう一度向き合おうとするんだわ。漫画で読んだ時も思ったけど、この仲直りのシーンが泣けるのよね。夏希が意地っ張りだから、最初はすっごく不器用な謝り方でまたみちるを泣かせそうになって、でもちゃんと気持ちが通じ合った時、2人で嬉し涙を流すところがすっごくあったかくて優しくて、この後カフェの店主さんが持たせてくれたお菓子をしょっぱいねって言いながら2人で食べるのよね。それにしても読めば読むほど私ってみちるとは全然違うわね。例えばここのシーン、みちるが家の事情で荒れてる夏希から拒絶されるところ、力になりたいって伝えてもいい子ぶって自分が気持ちよくなりたいだけ、顔も見たくないって言われて、私ならそれが本心なのって相手に詰め寄っちゃいそうだけど、みちるは何も言わないままその場から走り去るのよね。夏希が心配だって気持ちがうまく伝わらなかったのがそれだけショックだったのかしら。それともみちるはあくまで脇役だし、漫画でも台本でもモノローグはないから、この辺りは私がちゃんと考えて膨らませないといけない。そうじゃないと説得力のある演技なんてできないでしょうし、やっぱり一筋縄じゃいかないわね。アイリー、何かあった？なんだか難しい顔してるから。もしかして今度出るドラマのこと？ええ、台本を読み込んで演じる子がどんな気持ちだったか想像してるんだけど、
前も言った通り、私とはタイプが違う役だから、いまいちつかめないのよね。そうだったんだ。私も気になって謎カフェの漫画を読んでみたけど、ここまでタイプが違う役だと確かに難しそうだな。みちるちゃんだったよね。私も読んだけど、飼育小屋のうさぎさんみたいな子だもんね。うさぎさん？ちょっと遠慮がちっていうか、うさぎさんって特に小屋に来てすぐの時は緊張でプルプルしてるんだよね。そういう守ってあげたくなっちゃうような感じの子だなって。なるほど。それでうさぎなんだ。そうそう、キャッチコピーは儚げな小動物系美少女みたいな。このタイミングでそれを言われると、私はそうじゃないって意味に聞こえるけど。確かにそう聞こえちゃうかも。違うよ、愛梨ちゃん。そのままの愛梨ちゃんもすっごく可愛いし、守ってあげたいなって思うよ。いいのよ、みのり。素直になっても。本当に違うんです。はいり、からかいすぎだよ。みのりのリアクションが面白くてついね。愛梨ちゃん。自分とは全然違う役を演じるのは本当に大変だと思うの。だからこんなことを言うのは無責任かもしれないけど、私はすごく楽しみにしてるわ。今まで誰も見たことがない新しい愛梨ちゃんの魅力が見られるんだもの。ええ、絶対やり遂げるから見てなさい。